大吟味です。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回 Apple の発表会でついに iPhone 13 Pro こちら正式に発表されましたので、これ進化点をね解説したいかなと思います。今回は13 Pro についてですね、特に深掘りしてですね、新機能とか気になる点とか含めまして、特にその iPhone 12 Pro とか違いとかに含めて比較しながらちょっと解説したいかなと思います。そしてじゃあ iPhone 13 Pro の13 Pro モデル買うべきなのかどうかっていうこと、どうなのかっていうところですよね。12 Pro から買える価値っていうのはあるのかどうかっていうところに関して、これ最後にお話ししたいかなと思いますので、 iPhone 選びの参考にしていただければなと思います。こちらのチャンネルで Apple 製品をはじめとするリーク情報だったりですね、賢い買い方ですね、だったらガジェットのレビュー動画っていうのを定期的にアップしておりますので、ぜひチャンネル登録して最新情報をね受け取ってもらえればと思います。これ機会にね、もうほんと登録してもらうと本当もう死ぬほどマジで喜びます。はい。まだ死にません。はい。では通知ベルもオンにすると最新情報届きやすくなったりですね、Apple 製品はじめとしたお得なセール情報とかも流しておりますので、ぜひ通知ベルオンにしてね、お待ちいただければと思います。Twitter も日々こちらタイムリーにね、更新してますので、フォローお待ちしております。まずはちょっと買うべきかどうか考える前にですね、じゃあ iPhone 13、これ13 Pro、じゃあどう進化したのかっていうのをね、iPhone 特に12 Pro と比較しつつ、ちょっと解説したいかなと思います。まずはディスプレイですね。画面サイズについては 6.1 インチと 6.7 インチですね。プロが 6.1 インチ、プロマックスが 6.7 インチの、スーパーレティナ XDR ディスプレイ。いわゆる綺麗なこの有機 EL の画面っていうのは同じですね。セラミックシールドっていう頑丈なガラス画面、あるんですけども、それも12 Pro と同様ですし、側面のステンレススチールのね、質感とか、デザインに関しても同じだということで、なんでデザインに関しては基本的には変わらないということですね。容量も同じ、128GB からの、スタートになります。画面の解像度とかも、基本的に同じだと。綺麗さとかもそんな変わらないと。あと防水性能に関して、なんですけども、こちらも IPX68 っていう感じで、防水防塵っていう感じで十分な性能かなと思いますね。ロック解除も今まで通り Face ID という形で、タッチ ID の搭載なしですね。はい、充電スピードとかも今までの、例えば磁石で充電する、マグセーフ充電の、15W とかの最大スピードとかも含めて、全部同じだというところです。じゃあ何が変わったのかっていう点なんですが、ここからなんです。13 Pro、13 Pro が、変わった点、移りたいと思うんですけども、見た目で分かりやすく変化としてはノッチの小型化ですよね。ようやくって感じなんですけども、横幅が狭くなって結構すっきりした印象、縦幅はちょっと増えてるみたいなね、こと言われたりするんですが、あと内蔵のステレオスピーカーが一番上ですね。電話の時のスピーカーが上に来て、インカメラが今まで右側だったのが、左側に、変わってるというところですね。で背面に関してはカメラの性能向上によってですね、大きく、非常にカメラが大きく、カメラ性能の進化についてはちょっと後ほどね、詳しくお話しします。 iPhone じゃあ13 Pro のこれ新色ですねとして、シエラブルーが登場しました。なんか噂されてたですね、サンセットゴールドとかローズゴールドはこれ出ませんでしたね。はい。何だったんだろうね、これ。12 Pro の、要するにパシフィックブルーに変わる形でシエラブルーが入ってきたということになりますね。それ以外は12 Pro のカラーとなんと全く同じっていうね、感じですね。ここはちょっと注意が必要かなと。今年の、iPhone 13シリーズはですね、全モデル、本体の重さと厚さが、これ増えてます。おそらくカメラの大型化とか、バッテリー増加の影響だと思うんですが、全部デブってるっていうね、ちょっと丸々なってる、重くなってるって感じなんですけども、13 Pro が 204g で、12 Pro が 189g なので、15g 重さが増えてるというところだったり、13 Pro Max もですね、240g ということで、12 Pro Max と比べて、12g であるんですが、ちょっと重くなっているということですね。で本体の厚みについても、多少やっぱ増えて、おりまして、13 Pro、Pro Max ともに 7.65mm の厚さになっております。12 Pro の 7.4mm からやっぱちょっとね、やっぱ厚さっていうのは、上がってるかなっていうところですね。今年、の13 Pro の大きなアップデートとしてはですね、プロモーションディスプレイの対応ですね。こう僕が期待してたところなんですが、いわゆるリフレッシュレートというものが 120Hz に、ようやく対応というね、ところですね、iPhone も。で今まで一応 60Hz というものだったので、いわゆるその1秒間に60回書き換わったものが120回書き換わるっていうね、ことになるので、これ倍になってるじゃないですか。なんでより滑らかで、スムーズなこの画面っていうのがね、iPhone で楽しめるということですね。でさらに自動でそのリフレッシュレートというのをね、例えば自分が見てるページとかによってですね、最適なものにしてくれると
これをリアルタイムで勝手に調整してくれるんですよね。これがなかなかすごいなということで、例えばその写真フォルダとか見てる時にですね、横に動かす時は、ちょっと滑らかにね、120Hz にして、止まったらこう 10Hz まで落としてくれたりとか、そういったことを自動でやってくれると。これ何がいいのかっていうと、バッテリーの消費がですね、抑えれるというところなんですよね。なんで滑らかなんだけども、こうバッテリー持ちっていうのをね、両立するっていうことになります。そんな効果もあってか、13 Pro はですね、12 Pro に比べて、充電持ちがなんと 1.5 時間、伸びましたと。で、13 Pro Max に関しては、12 Pro Max と比べて、2.5 時間、バッテリー駆動時間が伸びているということになってますね。ただ、このバッテリー持ちについては、正直、この想像以上に良くなってるんじゃないかなっていうところがありまして、その理由としてはですね、アップルのね、仕様に書いてあるんですけど、ビデオの再生時間については、例えば12 Pro と比べると、13 Pro はですね、5時間ですね。これ長くなってるっていうのと、ビデオ再生の、ストリーミングですよね。例えば、おそらくこれ、YouTube とか、Netflix とか入ってくると思うんですけども、ストリーミング再生の場合だと、13 Pro が最大20時間っていう形で、12 Pro と比べるとこれ9時間伸びてるんですよ。12 Proは11時間なんで。で、13 Pro Max に関しては、ストリーミングのそのビデオ再生とか、動画再生に関しては、最大で25時間ということなんで、ほとんどもう倍になってるんですよ、12 Pro Max の。これなかなかすごいなっていうことで、iPhone で、例えば YouTube とか Netflix とかの動画見る人ですよね。僕なんですけども、そういった方は非常にいいんじゃないかなっていうことで、また画面の通常の明るさっていうのも、デフォルトで一応1000ニットっていう風にね、上がってるので、800ニットか。さらにこう見やすく使いやすくなってるんじゃないかなと思います。で、性能に関してはもちろんね、新しく A15 バイオニックチップというものが、搭載されました。頭脳となるね、これ CPU に関してはですね、基本的に一応2つの高性能コアと4つの高効率コアっていうのは、変わらないんですけども、今回はですね、GPU が、4コアから5コアっていうものにね、アップしております。これ多い方がいいんですけども、いわゆるグラフィック性能なので、特にこうゲームをやる場合とかにこれ有効になってくる、必要になってくるものなんですけども、ちなみに、iPhone 13、13の方も GPU は4コアで、ここはね、差があるのがちょっとね、今回のなんか細かい違いかなっていうところになりますね。実際にはちょっとどれぐらい違うのかね、なんとも言えないところではあるんですが、ここもね、比較したいと思いますので、気になる方はぜひ今のうちにチャンネル登録お願いいたします。はい。他の製品もいろいろね、iPad mini とかも購入したので、レビューしたいと思ってますけど、また、新しい画面のエンジンとかで、電力消費がこうなんか抑えれたり、とかですね、あと動画のこのエンコーダーとデコーダーとかが新しいものが入ってるとあるんですけども、新しくなってるので、例えば動画の編集とかですね、動画見たりするときにさらにこう高速に処理できたりとかするんじゃないかなと思います。このワイダーロッジコンプレッションサポートっていうのが、これちょっと日本語にするとよくわかんないんですけど、面白いなっていう点で、比較的にこれ要するに少ない容量で、例えば写真とか動画とかを保存できるようなものらしくて、これも結構ね、面白いなと思ったりしました。さらにちょっとまた細かいちょっとアップデートとかもあるので、ちょっと見ていきたいと思いますが、まずはですね、デュアル eSIM にね、こちら iPhone もようやく対応いたしました。はい、これも何かと言いますと、これ要するに物理的なその SIM カード、通信のために必要なね、ちっちゃいカードが iPhone とか、スマートフォンの中に入ってるんですけども、1台の要するに iPhone 上で、例えばじゃあ別の電話番号とか、例えば携帯会社のプランっていうのを、運用できると。例えば電話番号をこう2つ持って、自分のね、自分用と例えば会社用とかこう分けたり、することができると。あと5G のバンドとかも増えてますので、つかめる要するに電波の種類がね、増えてるんで、5G とかもよりつかみやすくなったりとか。あとは1TB のストレージ容量のね、選択肢が増えたので、動画をただ正直こうゴリゴリ撮る以外にね、どういう人が使うのかよくわかんないんですけど、用途が。値段もそれなりにするので、20万円近いね、価格になってしまうんですが、もし、嬉しい人には嬉しいのかなと。はい。で、そして今回目玉の一つであるですね、カメラ機能についてちょっとお話ししたいかなと思います。で、まずね、12 Pro、12 Pro Max でですね、カメラ機能の違いっていうのは、これあったんですね。12 Pro Max の方がちょっといいセンサーが載ってたりしたんですが、今回の13 Pro と Pro Max に関しては、これ性能の違いはないですね。全く一緒のものです。まず13 Pro と Pro Max、こちらの違いについては、本当今回3つだけっていうところで、これ当たり前なんですけど、画面サイズがまずね、6.1 インチと 6.7 インチで、違うと。あとは画面の解像度がちょっと違ったりするのと、本体サイズがもちろん違うので、バッテリー持ちはやっぱ Pro Max とかの方が、いいかなっていう。本当に違いはこの3つだけっていうことで、ほとんど違いはないっていうことですね。つまり、それ以外は全く同じ性能
ということです。カメラは一応全部でね、プロモデル3つ搭載されてるんですけども、トリプルレンズですね。まずは、これ遠くを映す望遠レンズついてなんですが、12 Pro のこれ 2.0 倍の光学ズームからですね、3倍まで、より遠くまでね、こうズームできるようになりました。ズーム性能は向上してるかなっていうところで、はい。あんま望遠レンズ使わないんでね、どうなのかなっていうところもありますけど、ただ性能がこれね、ちょっと下がってる部分もあって、望遠レンズに関しては、これ F 値が 2.2 から 2.8 っていうものにね、下がってます。これ F 値というのは小さい方がいいんですけども、小さい方がよりね、光をこう取り込めるんですよね。レンズの中に。もしかしたら望遠レンズに関しては、ノイズとかちょっと増えたりとかするかもしれないですね。これちょっと謎仕様なんですけども、あとメインカメラとなるね、広角レンズについては、進化してますね。センサーサイズが 1.9 マイクロンかな。マイクロンピクセルと12 Pro が1.4 で、12 Pro Max は 1.7 マイクロンだったので、要するに12 Pro Max より大きいもののセンサー、大きいセンサー、いいものがですね、13 Pro とかに入ってるということですね。はい。さらになんで、このノイズの少ないですね、綺麗な写真とかが撮れるようになるんじゃないかなと。今回一番進化したのが、超広角カメラですね。で、絞り値ですね。さっき言った F 値が2.4 から 1.8 っていうね、結構良くなってるんで、特にこれ暗い場所でのね、撮影がかなり変わるんじゃないかなと。超広角ですね、撮影するときに。この写真とかね、特にやっぱ動画撮影とかですね。で、一応 92% ね、明るくなってるってことなんで、もうほぼ2倍近い明るさなってますね。はい。で、またすごいこう近づいてね、撮影っていうのもできるですね、いわゆるマクロ撮影っていうのもね、できるようになりました。最大一応2センチまで、寄れますので、かなりこの表現のね、幅とかも広がるんじゃないかなというところで、クリエイティブな写真がさらにね、こう撮りやすくなるんじゃないかと。個人的にちょっと一番面白いなと思った機能がですね、シネマティックモード。これね、要するに iPhone でも僕が映してるみたいですね、この一眼レフみたいな、ちょっとこう後ろをぼかしたような撮影ができる。それがもう簡単に iPhone にできてしまうというものですね。しかもこれね、どこにフォーカスですね、要するに焦点、ピントを合わせるのかも、なんかスムーズにこう切り替えられるということなんですよね。例えばこう画面にこう何人か人がいて、じゃあ顔がこう向いた方向に、じゃあピントを自然に合わせるみたいなっていうね。これ映画とか見てるとよくあるシーンだと思うんですが、後ろ見て、後ろをね、こう向いてですね、顔がじゃあこっち側に向いた人にそっちの人にじゃあピントを合わせるみたいな、そういったことがiPhone でできてしまうっていうのがね、これなかなか面白いなと思いました。で、またシンプルにこうタップするとね、人を選択するとピント合わせて、でまたこう選択したらずっとこうピントをね自動でこう合わせてくれるみたいな、そういったこともできると。しかもすごいのはこう撮影した後でもこのピントのね切り替えっていうのができるんですよ。どの人にピントを合わせるかどうかっていうのも後でできると。要するに編集の時とかに変えられたりするってことなんですけども、どうやらこれ撮影の時にその奥行きのデータですね、誰がこう前にいて後ろにいるみたいなのが奥行きをデータとして全部ね取ってるみたいで、記録してあるのでやっぱそういったことができるんだということですね。これすごいな。そしてまたプロレスっていうものをですね撮影できるようになりました。そうなので綺麗なデータのまま、例えばファイナルカットプロとかね、僕も使ってるんですけども、その動画編集のアプリですよね。でそのままね編集できたりすると。ちょっとシネマティックモードに関しては例えばボケ感の精度とかよく見たらちょっとねなんかずれてるところとか怪しいところあるんですけども、結構本当にね iPhone でこういった本当映画じゃないけど、こういったものが本当に作れる時代にねなりつつあるというか、進化してるなと思いました。ということで最後は本題のですね iPhone 13 Pro、 じゃあこれ買うべきなのかどうかっていうところですね。だったらじゃあ iPhone 12 Pro からこれ買える価値はあるのか、買えるべきなのか、ちょっとお話ししていきたいかなと思います。正直言うと iPhone 12 Pro からもう結論から言いますとね、結論から言うと iPhone 12 Pro から買える必要は正直言ってないのかなと思いますね。デザイン的にも正直そんな大きな変化っていうのはなかったりしますし、逆にその買える価値がある部分がじゃあどこにあるのか、どういう人が買えるべきかなと思ったんですけど、それ主に3つかなというところですね。例えば1つ目 120Hz のスムーズな画面、こちらを待っていた人ですね。これは僕のことなんですけども、要するに画面が全部スムーズにね滑らかに見えたりするので、以前のモデルの違いの1つかなというところですね。2つ目としてバッテリー駆動時間の向上ですね。13 Pro Max とかだと2.5 時間ね駆動時間が伸びたりとかもちろんなんですけども、解説したように動画のストリーミング再生ですよね、
とかに関しては、13 Pro が最大20時間ということで、12 Pro に比べると9時間ね伸びてたりするので、これは結構違いを感じるんじゃないかなと。ここも価値はあるのかなと、バッテリーに関してはあると思います。で、最後は3つ目としてはですね、今まで iPhone で最高の本当もうカメラとか、動画性能が欲しいっていう、そういった方ですよね。ここはやっぱり容量自体も 1TB まで対応したりもありますし、さっきのシネマティックモードとかプロレゾ対応とかあるんで、そこにやっぱ興味があるんだったら12 Pro からでも全然買える価値っていうのはねあるんじゃないかなと思います。僕の場合だとですね、その 120Hz の滑らかな画面っていうのをもともと待ってたっていうのもあるので、だったらあとバッテリー持ちですよね。今使ってるこの12ミニがですね、結構あんまり良くないんですよね。ちっちゃいこともあって。なので、13 Pro にしようかなと思ってはいます。ただね、今話したじゃあ3つのことにそんな魅力を感じないというか、そんな気にしないかなみたいな方はですね、特にじゃあその13 Pro に変える必要は別にないのかなっていうね、ところですよね。それだったら、例えば来年の iPhone 14、14を全然待ってもいいんじゃないかなと思います。iPhone は大体2年ごとにデザインが変わるというか、サイクルが、そういったサイクルなので、アップデートあるので、iPhone 14これ待つ方がいいんじゃないかなと思います。ということで、こちらの動画少しでもね、役に立ったなーって方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、高評価お願いいたします。あと発表会のね、ライブ配信とかもやりましたので、もし発表会のね、初見の様子とか、もし見たい方はね、よろしければご覧ください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバーイ。